こんにちは、ゴロゴロキッチンです。今日は我が家でも人気ナンバーワンで、かつブログでもすごくお問い合わせがまた多かった、カルボナーラのパスタを作ってみたいと思います。では行ってみましょう。はい、まず卵液から準備していきます。卵をまず割り入れます。はい、で、よいしょ、卵を入れます。で、次にすりおろしたパルミジャーノチーズを入れます。これはもしあればペコリーノチーズでもいいですし、でもできればすりおろしたてが一番美味しいと思います。で、最後に胡椒をちょいと入れます。で、これをよく混ぜるのですが、卵は卵黄だけでよく作られてると思うんですけど、でももったいないしめんどくさいので、私は全卵にしています。で、全卵だと黄身と白身の固まる温度が違うので、この2つを一緒にする場合はとにかくしっかり混ぜることが大事です。で、おすすめは、箸とかではなくてフォークで混ぜるのがおすすめです。で、パスタを茹でるお湯を沸かします。お湯なんですけれども、普段はやってませんが、カルボナーラは塩分が難しいので、きちんと測りたいと思います。普段は、パスタは、1% の濃度なんですけど、ちょっとベーコンの塩味とかもあるので、基本的には 1% 未満の塩分にしたいと思います。で、1人2人分ぐらいは、お水は2リッター。はい。で、これで今回は2リッター入れました。はい。で、お塩は粗塩を使ってます。で、粗塩でも普通だったら 1% だと大さじ1強ぐらいなんですけど、今回は小さじ1強ぐらいを入れます。はい、にんにくを切ります。にんにくは、1人分なので、半かけぐらい。半分。まあ別に好きな人はいっぱい入れてもいいと思うけれど、邪魔にならない程度がいいので、まあそんな感じですね。皮をよいしょと剥がして、ただ半分なので切って、これはなので取っておきましょう。私は芽を取りたいタイプです。で、みじん切りにします。これがそんなにすごい細かくすると焦げちゃうので、そんなに気にせず適当で大丈夫だと思います。こんなかな。あ、間違った。ここにもあった。はい。ベーコンは、ちょっと大きめに切ってあげた方が食べ応えがあっていい感じなので、本当はグアンチャーレを使うんですけど、そんなものはうちの近所のスーパーにはないので、ベーコンを使ってます。
じゃあベーコンたちを炒めていきます。火は中火ぐらい。よいしょ。こんなかな。で、オリーブオイルを大さじ1程度。こうして、よいしょ、広げて。で、ベーコンを入れます。みじん切りのニンニクは、後からじゃないと焦げちゃうので、先にベーコンを炒めます。ベーコンは、お好みですが、私はカリッとしてるのが好きなので、こうちょっと、長めにゆっくり焼いちゃいます。この場合は少し弱火にした方が、いいかもしれません。その辺はお好みです。で、ベーコンがちょっとカリッとして油もだいぶ落ちたかなっていう感じになったら、もし中火にしてたら弱火に落としてニンニクを加えます。で、焦がさないように炒めましょう。こんな感じかな。もし火が焦げそうだななんて、色がつきすぎそうだななんて思ったら、もう火は止めちゃってください。余熱で結構火が入ります。で、ジュージューしているところには白ワインを入れて乳化させます。で、だし醤油を小さじ1杯弱ぐらい、ちゃっとこれも入れて混ぜます。こんな感じです。醤油はですね、隠し味なので、なければ別に入れなくても大丈夫です。はい、お湯が沸いたのでパスタを茹でていきます。うちのパスタは、うちのというかカルボナーラは太めのパスタがいいので、ちょっと太めなので、これは12分茹でていきます。で、パスタが茹で上がる1分前ぐらいになったら、ベーコンを温め直します。これはもう強火ぐらいで大丈夫で、中火ぐらいで様子を見た方がいいか。中火です。で、だいぶ温まってきたなと思って、まだパスタが茹で上がってないなら、弱火にして焦げないようにちょっと待ちます。パスタが茹で上がるちょっと前にお皿を温めておきたいので、茹で汁を少し取って頭で取ってお皿に入れてお皿を温めておきます。カルボナーラはちょっとソースがぬるいので、こうしておくことで食べる時も冷めにくい感じです。で、この水はパスタを盛る前に捨てましょうね。で、パスタが茹だったので、お水からざるにあげる感じで、よいしょ、取り出します。よいしょ。ここはもうちょっと急いだ感じでやりますよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。パスタの茹で汁は使うかもしれないので、取っといてください。で、これをフライパンに入れます。で、汁をよく吸わせます。これをきっちりしてパスタの乳化した液をきっちり吸ったなというぐらいに
なったら今度卵液に移します。で急いで卵液を混ぜ合わせます。でここでもう混ざってしまえば、混ざってもういい感じだなと思ったらこれでいいんですが、ちょっと水っぽいなっていう時は先ほどの、茹で汁の中で湯煎します。ちょっともう少しだけ固まった方がいいかな。じゃあ入れますね。よいしょ。でこんな感じでこう湯煎すると、卵液がフライパンに戻したりするよりも熱が、ゆっくり伝わるので失敗なく卵があまり固まらずにできます。ちょっと固まりそうだと思ったらすぐにこうボウルを上げればいいので、とにかくこう混ぜ続けて様子を見てあげてください。でもだいぶいいんじゃないかな、こんな感じで。はい、できました。じゃあ盛り付けます。トングでやるとやりやすいです。よいしょ。でこう入れたらくるくるっと回します。かき混ぜない、回しますとうまく盛れます。最後に黒胡椒をかけます。たっぷりと。よいしょ。はい、できました。はい、出来上がりました。いかがでしたでしょうか。早速試食してみます。ちゃんと卵液がクリーミーになってる感じでいいかなと思います。はい。でカルボナーラが失敗しやすいのはやっぱり卵の温度が急激に上がってしまうことなので、3つのポイント。卵の温度を急激に上げないために、1つ目がパスタをフライパンに戻す時にもうフライパンはしっかり温めてあって、でベーコンと乳化液ときっちり混ぜ合わせて熱々のパスタに仕上げること。でそれを今度、フライパンの中に卵液を入れるのではなく、卵液が入ったボウルの中にパスタを入れて、でしっかりこう混ぜ合わせること。でそこでゆっくり卵液に火を入れていると、大体は結構麺の量でも変わってくるんですけど、そこで割ともうすでに固まるというかこうクリーミーになったりします。ただそれでもダメな場合はその3つ目のポイントとして茹で汁で湯煎をすること。そうするとまたフライパンでこうまた火を入れたりするのと違ってゆっくり火が入るので、失敗せずにクリーミーな仕上がりになると思います。という感じで今回はなかなかまた大変でしたが、こんな感じです。そして、お知らせなんですが、前回3日に1回というふうにお伝えしたんですけれども、そうすると曜日がよくわからなくなっちゃうなと思ったので、週2回の火曜日と土曜日というふうに、曜日を設定しようと思います。ですので、火曜日と土曜日はゴロゴロの日ということで、YouTube の前に集まってください。YouTube の前に集まらないかということでよろしくお願いします。ご覧いただいてありがとうございました。よろしければぜひ、チャンネル登録とあと高評価の方もできたらお願いします。ではまた次回、ゴロゴロキッチンでした。